皆さんこんにちは。10月17日金曜日午後5時を回りました。のんびり書きタイム、梢内こうです。金曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。前回は2026年に向けての手帳ノート会議のプレ会議についてお話ししたのですが、いかがでしたか。その後注文を始めています。中にはウェブショップを見に行ったら売り切れのものがあり、残念ながら選び直しもしています。そのため揃うのは11月以降かなと思います。それでは前置きが長くなりましたが、今回は部分的なバーチカルを再び始めるということについてお話ししたいと思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。ゆるいバーチカルをしてみようと思ったのが8月の初めでした。ピュアライフダイアリーのデイリーのトゥービーリストの代わりに書くものとして A4 サイズに日付などを印刷したものを作って試してみますというお話をしました。その時2つのタイプを作って、1つはゆるいバーチカルを書くための時間軸バーを書いていたのですが、うまくいかず挫折したので、今はバーチカルなしの書式のみ使っています。3ヶ月目に入りました。このままバーチカルなしで続けようと思っていたのですが、今月新たなチャレンジをすることを決め、スケジュール管理を見直すことにしました。詰め込みすぎてしまうので、程よく管理、でも把握したいことはできるような方法を考えて試していこうと思います。そこで今回考えたのが、ウィークリーのタスクを書くときに、それぞれにかかるおおよその時間をメモします。その時間をもとに1週間のどこでできるかを当てはめていくという方法です。今までは1週間のタスクを優先度や締め切り順にこなして、終わったタスクにチェックを入れていました。100% できなくても OK と思い、できなかったものは翌週に繰り越していましたが、あらかじめ各日に振り分けてみることにしました。今週は試しにバレットジャーナル用のノルティノートに書いています。週のタスクの数がいつもより少なかったので、その下に7本の縦線を引き、日ごとに時間軸を区切りました。仕事の有無によりスタートの時刻を変え、メモリも仕事のある日は2マスで30分、ない日は1マスで30分にして、長い時間予定を立てられるようにしました。食事など必要な時間はタスクを入れないので、クールグレーのマイルドライナーで塗って、それ以外のところに予定を入れていきました。タスクは22時までに終了させ、日々の最後は手帳ノートタイムにしてみました。今週はバレットジャーナル用のノートの余白に書いたため、ごちゃごちゃした感じになり、何か別のものに書こうと思いました。来週はロル版横の M サイズで試してみます。リンクノートの状態ですとかさばるので、ミシン目で切り取ってバレットジャーナル用のノートに挟もうと思います。マス目は横29マス、縦20マスあるので、今週書いたものと同じように書けそうです。時間軸の左に予定、右に実績を書いていますが、1ページ1週間とすると幅が狭いので、少しずつ書いていくかもしれません。課題としては、今までは短時間で終わるようなこともタスクに書いて隙間時間にこなしていたのですが、そのようなタスクはやった時の実績のみを書こうか、また定期的に行うタスクはかかる時間が予想できるのですが、初めてのこと、急なことはどうしたらよいかということです。詰め込みすぎないように自由枠というか空白を残しておけばいいかなと考え中です。今回はチャレンジするために生活を見直して使える時間を見つけるのも目的の一つ。そうは言っても全てをきっちり計画して日々こなすことが第一になるのは違うなと思っているので、私なりのバーチカルの方法を探していきたいと思います。数年前使っていた自作バーチカルリフィルは
30分刻みで書いていました。この時は何回か変更して使いやすいリフィルになりましたが、今回はどうなるのか、続くのか、その後もお話しできるといいなと思います。第54回目の今回は、再び始める部分的なバーチカルについてお話ししました。今回の配信はいかがでしたか？よかったという方はいいねをしていただけると嬉しいです。このチャンネルはスタンド FM と YouTube でお届けしています。手帳やノート書き、気になっていることや素敵だなと思っていることをこれからも紹介していく予定ですので、フォローやチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。のんびり書きタイム。お相手は梢内こうでした。